今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。でも今日は少しだけ違うお話をしようと思います。今日は日本語の文法も漢字も敬語もオノマトペも出てきません。今日は少しだけ私の話をさせてください。もし今日本語の勉強に疲れている人がいたら、もしもうやめようかなと思っている人がいたら、そんな人に今日の話が少しでも届いたら嬉しいです。私はよく、フォロワーが何十万人もいてすごいですねと言われます。でもそういう時にただ私は長く続けているだけだと思っています。私はね、特別な人間ではありません。もちろん何度もやめようと思ったことがあります。今日はね、投稿しなくてもいいかなとか、今日は疲れたから休もうかなとか、どうせ投稿してもあんまりいいねがつかないからもう SNS やめたいなとか、このコメントは明日返信すればいいかな、そんな風に思った日は一度や二度ではありません。それでも私はこの3年4年間動画を作り続けてきたと思います。一体ね、トータル何千本?1000以上は言ってると思うんですけど、一体何本のね動画を投稿してきたのかなって疑問に思ったりします。今ではこのねお疲れジャパニーズは私のチャンネルの中でかなりね好きな場所になっています。コメントを見るたびに、この動画すごく面白いですとか、毎日日本語を勉強していますとか、日本で働く夢がありますとか、そんなねコメントをもらうのがすごく嬉しいです。私は日本語を教える先生ではありません。でもこのチャンネルが誰かの生活の一部になっていることを感じるたびに本当に嬉しくなります。数字もね少しずつですが伸びてきました。このチャンネルを開設して約半年ですが、今はね1万4000人近くの人にフォローしてもらっていて、本当にねたくさんの方に動画を見てもらっています。まだまだ小さなチャンネルですが、でもいつか登録者10万人になって銀の盾をいただきたいななんて、そんな大きな夢もあります。もちろんそこまでの道は簡単ではないかもしれません。もしかしたら途中で止まってしまうかもしれません。思うように伸びない日もあると思います。でも私は一つだけ信じていることがあります。それは続けた人だけが次の日を見ることができるということです。今日はその理由を少しだけお話ししたいと思います。実は YouTube を始めるずっと前、私は全く違う人生を歩もうとしていました。実は私は以前公認会計士を目指していました。日本ではとても難しい国家資格の一つです。すごく難しい日本語ですが、日本三大難関国家資格と言われています。はい。医者、弁護士、会計士ですね。はい。
当時の私は本気で会計士になろうと思っていました。合格率数%の資格に合格するために朝5時に起きて予備校にね、6時かね7時に、行って、勉強して大学に行ってそしてまた勉強してと、気づけば1日10時間近く机に座っていることも珍しくありませんでした。そんな生活を2年3年と続けました。友達と遊ぶ時間もほとんどありませんでした。旅行へ行くこともあまりありませんでした。今だけ頑張ろう、そう思いながら毎日を過ごしていました。大学生のほとんどは留学をしたり、アルバイトをしたり、ゼミに入ったり、友達とね、ただ時間を過ごしたり、そんな生活をする人がほとんどだと思います。でも私は本当にね、ちょっと暗い自習室の中で、これぐらいのね、スペースかな。そんな空間に何千時間もいました。はい。今だけ頑張ろう。そう思いながらね、毎日を過ごしていました。もちろん、勉強が好きだったかと言われると、嫌いではないけど、別にって感じですね。はい。今日はね、参考書を開きたくない。そんな日もね、もちろんありました。でも、今日だけ頑張ろう。そんな気持ちで毎日机に向かっていたんです。そして私は無事ね、公認会計士の資格を取得することができました。合格した日のことは今でも覚えています。子供の時からの夢だったので、本当に本当に嬉しかったです。何年間もの努力が報われたような気がしました。でも不思議ですよね。当時の私はその資格を取れば人生のゴールにたどり着けるような気がしていました。ここまで来れば大丈夫。そう思っていました。でも実際はそれはゴールではありませんでした。私は会計士として働きました。とても貴重な経験でしたし、今でもあの仕事を経験できたことに感謝しています。でもその後、私は全く違う人生を歩むことになります。カメラを持って動画を作って、こうして世界中で日本語を勉強している皆さんとお話ししているなんて、あの頃の私はきっと想像もしていなかったと思います。何より私は英語が嫌いだったのでまさか将来自分がね、英語を使って海外の人と話しているなんて本当に想像できなかったと思います。人生って本当に不思議です。思い描いた通りになることもあれば、全く違う道へ進むこともあります。でも今だから言えることがあります。あの2年3年は決して無駄ではありませんでした。会計の知識だけではありません。毎日机に向かう習慣、苦しくても続ける力、目の前の小さな目標を一つずつ積み重ねること、その経験は今の私の仕事にもそのまま生きています。YouTube も同じです。動画を一本作る、コメントを一つ返す、字幕を一行翻訳する。どれも派手なことではありません。でも小さなことを積み重ねることが大きな結果につながる。私は会計士の勉強を通してそのことを学びました。なので今日本語を勉強している皆さんにも伝えたいことがあります。今日一日で
話せるようにならなくても大丈夫。今日一日で漢字を全部覚えられなくても大丈夫。大切なのは今日の一歩です。そしてその一歩をまた明日も続けること。きっとその積み重ねは皆さんが思っている以上に大きな力になります。そしてね、会計士として働いた後、私はカメラを持つようになりました。最初は本当に趣味でした。景色を撮ることが好きで、電車を撮ることが好きで、日本のね、四季を写真や動画に残すことが好きでした。まさかそれが仕事になるなんて思ってもいませんでした。そしてね、ソーシャルメディア、SNS を始めたんですけど、最初はね、本当に誰も見てもらえませんでした。一生懸命編集した動画も、何十時間もかけて作った動画も、再生数は数十回、コメントもありません。本当にね、この動画を見ている人はいるのかな？そんなことを思う日もありました。でもね、不思議と私は動画を作ることが好きでした。もちろんね、何度もやめようとも思ったこともあります。今日は投稿しなくてもいいかなとか、疲れたから1日くらい休んでもいいかなとか、コメントの返信はまた今度でいいかなとか、そう思ったことは一度や二度ではありませんでした。特にね、頑張って作った動画があまり見られなかった日には少し落ち込みます。私には向いてないのかなとか、もう十分頑張ったかなとか、そんなことを考えた日もよくあります。未だにあります。でもその度に思うんです。今日だけもう少し頑張ってみよう。昨日の動画がダメでも今日の動画がバズるかもしれない。将来のことは誰にもわからない。とにかく続けよう。そんな風にね、思います。明日のことを考える必要はないし、1年後のことを考える必要もありません。今日1本だけ動画を作ろう。今日1人だけコメントを返そう。そんなね、小さな積み重ねを続けてきました。そしてね、4年が経ったんですが、今このお疲れジャパニーズは私にとって本当に特別な場所になっています。皆さんのね、コメント本当に嬉しいです。毎日ね、このチャンネルを聞いてますっていうコメントとかね、すごく嬉しいです。このチャンネルを始めてよかったなって思いますし、このチャンネルを半年続けてよかったなって、そんな風に思っています。最近はね、数字だけではない喜びも感じています。誰かの一日が少しだけ明るくなること、日本語の勉強を、あと5分だけ頑張ろうと思ってもらえること、今日もお疲れ様と皆さんに伝えられること、それだけでもこのチャンネルを続ける理由になっています。私は YouTube を続ける中で一つ気づいたことがあります。成功したから続けられたのではありません。続けたから少しずつ景色が変わっていったのかなって思います。もし何年も前にもういいやってやめてたら、今ここで皆さんとこうしてお話をすることもありませんでした。なので、私が言いたいことは、続けることには大きな力があると信じています。でも、ここで一つお話ししたいことがあります。ここまで聞いてくださった皆さんの中には、やっぱり努力すれば夢は叶うんですね。そう思った方もいるかもしれません。でも私はそうは思っていません。
なぜなら人生には努力だけではどうにもならないこともあるからです。実は私、中学校と高校の6年間、テニス部に所属していました。テニスが大好きでした。本気で強くなりたいと思っていました。誰よりも上手くなりたい。そんな気持ちで毎日早起きして朝練習して、そして昼休みも練習して、そしてもちろん毎日の練習にも参加しました。トレーニングも一生懸命やりました。体力測定やトレーニングはいつも上位の成績でした。自分では本当に頑張っていたと思います。でも一度もレギュラーになることはできませんでした。試合に出ることはほとんどありませんでした。悔しかったです。こんなに頑張ってるのに、そう思ったこともありました。周りと比べてしまう日も何度もありました。どうして私はこんなに頑張ってるのに選ばれないんだろう。何が足りないんだろう。そんなことをね、何度も考えました。なので私は努力すれば必ず報われるとは言いません。人生にはタイミングもあると思います。向いていること、向いていないこともあります。自分ではどうすることもできないこともあります。でも私は今その6年間を無駄だったとは思っていません。テニスはね、私に勝つことだけを教えてくれたわけではありません。続けること、負けてもまた次の日に練習へ行くこと、思うような結果が出なくても自分と向き合うこと、その時間が、今の自分を作ってくれたと思います。なので私は人生には2種類の成功があると思っています。一つは目標を達成する成功。そしてもう一つは自分自身が成長する成功です。もしね、結果だけを見れば、私はテニスでは成功しなかったのかもしれません。でも、人として大切なことは、あの6年間でたくさん学びました。こんなに努力しても自分にできないことがあるんだ。努力しても努力が報われない人がいるんだってね、そのことを学ぶいい時間だったと思います。なので今でもあの時間があってよかったと心から思っています。なのでもしかしたら今日本語の勉強が思うように進まない人もいるかもしれません。試験に落ちてしまった人、会話がうまくできなかった人、就職試験に落ちてしまった人、日本へ行く夢が少し遠く感じている人、そんな日もあると思います。でも、その努力はきっと皆さんの中に残っていると思います。たとえ今日目に見える結果が出なくても、続けてきた時間は皆さんを少しずつ変えています。私はそれを信じています。ここまで私の話を聞いてくださって本当にありがとうございます。今日はね、日本語の勉強ではなく少しだけ人生についてお話ししました。振り返ってみると、私の人生は本当に思い通りになったのかと言われると正直わかりません。公認会計士を目指して勉強したこと、会計士として働いたこと、テニスに夢中だったこと、そしてカメラと出会い、SNS を始めたこと、あの頃の私は今の自分を全く想像していませんでした。でも一つだけ変わらなかったことがあります。それは続けるということです。私はね、自分自身が
特別な才能がある人間だと思いません。すぐに結果が出るタイプでもありません。だからこそ小さなことを一つずつ積み重ねるしかありません。勉強もそうでした。仕事もそうでした。YouTube もそうです。今日一日だけ頑張る。一日たった5分でもいい。10分でもいい。どんな小さいことでもいい。だけど今日一日やってみる。そしてそれをまた明日も繰り返す。ただそれだけかなって思います。そして今こうやって皆さんと会うことができていると思います。なので私は今日本語を勉強している皆さんに一つだけ伝えたいことがあります。もし今日勉強ができなかったとしても自分を責めないでください。というかこのね私の動画を見てくれている時点で、一歩進んでいると思います。どんな方法でもいいと思います。ただね動画を聞くだけでもいいかもしれない。日本語ってどんな、雰囲気のね言語なのか意味がわからなくても聞いているだけでもいいかもしれない。字幕を見ながら見てもいいと思います。どんな方法でもいい。でも今日この動画を聞いたっていうことはもうね今日勉強してるわけですよ。だからもしもう勉強やめたいなとか何もしたくないなとかもう疲れちゃったなとか今日はもうダメだって、そんな風に思わなくて大丈夫です。今日がねダメだったとしても大丈夫。また明日ね少しだけ頑張ればいいです。5分でもいい。単語を一つ覚えるだけでもいい。日本語の動画を一本見るだけでもいい。そのね小さな一歩がきっと未来につながっていると思います。私はね努力は必ず報われるとは思いません。人生には自分では変えられないこともあります。それでも私は信じています。努力は人を変えることができる。そして続けた時間は決して裏切らない。もしかしたらその努力は思っていた形では実らないかもしれません。でも別の場所で別の夢につながる日が来るかもしれません。だから焦らなくても大丈夫です。周りと比べなくても大丈夫です。あなたの人生はあなたのペースで進んでいます。そして最後に私がいつも自分にね言い聞かせている言葉を皆さんにも送りたいと思います。今日がダメでも大丈夫。また明日から頑張ればいい。成功するまで歩き続ける限りその挑戦はまだ終わっていません。だからどうか諦めないでください。そしてもし今日はもう疲れてしまったというのであればもう勉強はおしまいです。今日はゆっくり眠ってください。また明日一緒に、少しずつ前へ進んでいきましょう。この動画はぜひね皆さんの中で日本語を勉強するモチベーションがなくなっちゃったなとかもう疲れちゃったなってそんな風に思った時こそぜひね見返していただけたらなって思います。すごい長くなっちゃったんですけど今日も一日本当にお疲れ様でした。いつも動画をご視聴くださって本当にありがとうございます。登録者10万人を目指しているのでまだね登録してないよっていう方はぜひ登録して応援していただけたら嬉しいです。ということで今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。